妹大好きソンフンお兄ちゃん。そんな兄に対して妹ちゃんはかなり塩対応。メンバーが爆笑した切ない兄のエピソードがさすがに笑うしかない。ソンフン、もしかしてシスコンなのではと疑惑が浮上したのはエンハイフンのメンバーが黒歴史番組と言っているアイランドでの一コマからでした。突如始まった指差しゲーム。お題はもし妹がいたら誰を紹介したいかというもので、自分に妹がいると仮定した場合、アイランドメンバーの誰を自分の妹に紹介するかという、なんとも男子高校生みたいなノリがスタート。これに対しソンフンは、本当に妹がいるから僕はできないと必死なリアルお兄ちゃん。しかしそんなシスコンソンフンの意見は無視されゲームは続行。3、2、1、富永メンバーを指す中、ソンフンが指したのはなんと、自分。妹にふさわしいのは自分以外にいないとでも言いたそうな顔です。さらにソンフンは、あなたのような人に妹は紹介したくないと会心の一撃を放ち、妹を完全に防護。過保護なソンフンが面白すぎ。デビュー後のインタビューでも妹への断固たる決意を表明。ソンフンのシスコン疑惑が確信へ変わった瞬間がこちらです。スタッフから、妹に紹介したいメンバーはいますかという質問に笑顔で、いいえ、と答えるソンフン。妹は大切な人です。誰にも紹介しません。ときっぱり。揺るがない兄の心を。総じて意見は変わらないようでした。ちなみに逆パターンの、自分が付き合うなら誰の妹を紹介されたいという質問に対しては、ソンフンに選ばれたシンデレラボーイはジェイクでした。ジェイクの妹がソンフンの彼女候補らしいです。自分の妹は頑なに紹介したくないのに、自分のは普通に答えるんかい。そんなソンフンが再び熱くなったのは、エンオクロックエピソード65での場面。メンバーたちが世間のいろいろな悩みを解消するべく、解決策を考えるというコーナーです。相談内容は、仲の良い友達に意識し合う良い感じの異性ができて悩んでいます。その友達は信頼できて、とてもいいやつなのですが、その相手が自分の妹なんです。というものでした。これには頭を抱えるソンフン。メンバーたちも、これはソンフンに意見を聞かなきゃね。唯一妹がいるメンバーだから、と注目。すると脇から、僕もいます。とぼそっとつぶやく2期。実は2期も妹がいてソンフンと同じ立場なのですが、なぜかいつも忘れられがちです。多分ソンフンの主張が強すぎて、ちなみに2期は誰かを抱きしめながら寝る癖があり、幼い頃は妹を抱きしめて寝ていたそうです。なんと羨ましい西村妹。アイランド時代やデビュー後はソムとくっついて寝ていたそうですが、今は一人で寝れるようになっちゃったらしい。2期の意識も親心としてはちょっと切ない成長の奇跡はこちらで、意見を求められたソンフンは、同じ男から見ても良いやつなら、と付き合うことに肯定するのかと思いきや、でも男の中には狼みたいなやつも時々いるから、と簡単には認めたくなさそうな様子。するとジェイクに、君も狼じゃない、と突っ込まれあせるソンフン。ソヌも、狼ですね。ソンフンって真摯な王子様じゃなくて実は狼系肉食男子なの、と不安になった方はご安心ください。この狼とはエンハイフンのオリジナルアニメのキャラクターのことを言っています。ダークムーンではソンフンをモチーフにしたキャラクターが狼人間なんです。それに気づいたソンフン。ああなるほど、と一安心。しかし否定していたソンフンも、本当に信頼できる友達なら、むしろ変な人と付き合うよりマシじゃないかな、と意見が変わっていきます。2期もソンフンと同じ意見だったようで団結し会話が白熱。とにかく妹は兄が何を言おうということを聞かないし、僕が付き合うなと言ったところでいずれにしても聞かないでしょうし、もしその友達がいまいちならはっきり言って、かなり強く止めるだろうね、と話しているうちにヒートアップし、怒り気味なソンフン兄貴。どうした？どうしても妹の話になると熱くなってしまうようです。これに対してエンジンからは、ソンフンがこんなに白熱するなんて、妹のことを気にかけているソンフンかわいい。ソンフン妹の愚痴をぶちまける。これが現実にならないことを祈る。など様々なコメントが飛び交い盛り上がりました。それにしても兄がエンハイフンのソンフンだなんて、普通に考えて羨ましすぎですよね。しかし溺愛する兄とは裏腹に妹ちゃんはソンフンに全く興味がないんだとか。以前コンサートに妹を招待した時のこと、妹を控え室で待っていたソンフンは一向に現れないので、あれ、今日僕の妹来てませんでしたかとスタッフに尋ねます。すると、もう帰りましたよと言われてしまったソンフン。妹さんサバサバ系なのかな、おもろい。それを知ったソンフンは
顔も水に帰ったと話す兄の切ない話にメンバーも爆笑。妹の理由としては、来週実家に帰ってくるから会わなくていいやと思って帰ったそうです。まあ確かにそれなら、5歳以下の妹さんは思春期なので普段はあまり連絡を取っていないそうです。なので実家に帰った時にちょっかいをかけるのがソンフンなりのコミュニケーションらしく、からかって妹をイラッとさせるのが好き、僕はからかうのが得意と言い腹で話していたソンフン兄。くだらないこととか言ってうざがられてるのかなとなんとなく予想。無視する妹と構ってほしい兄の日常を覗いてみたいですよね。それにしてもソンフン、妹の話題が多すぎる。やっぱ大好きなんだなと痛感。どんな時でも妹が出てきちゃうの可愛すぎる。でも仕事中も家族のこと考えてるんですよね。そう思うとちょっと感動。ソンフンがたくさん話題に出すため、妹のパクエジちゃんはエンジンの中でおなじみの人となりましたよね。普段は塩対応ですが、外では自慢の兄なんじゃないのと思うファンも少なくないはず。そんな時エンジンから、妹はソンフンを自慢して学校に行ってないのという質問が上がりました。すると、妹は隠して学校に行っています。あんまりそういうの好きじゃないみたい、とソンフン。さすがエジちゃん、徹底的に塩だ。しかも自分の幼い頃の話をされるのもあんまり好きじゃないらしい。そうだよね、写真とか出回るし嫌だよね、お年頃だもんね。妹の気持ちを知りつつも、ついつい話しちゃうひょん。可愛いのはわかるけど、ソンフンもほどほどにだね。幼い頃のパク兄弟は仲が良いけど喧嘩もよくしたそうです。取っ組み合いというよりは、ああだこうだと口喧嘩することが多かったとか。ソンフンは小さい頃、同い年ぐらいの友達とあまり遊べず、妹が遊び相手で育ちました。なので妹にとっては頼れる兄というよりは、友達みたいな感覚のようです。妹とずっと手をつないでいるソンフン、お母さんの言いつけをしっかり守ってそう、お利口。幼い頃を振り返った時、ソンフンは家族に対してこのような感情を抱いていたようです。家族が僕をたくさんサポートしてくれたんです。ほとんど僕中心で家族が動いていたので、申し訳ない気持ちもあって、そうですね。とっても感謝しています。今は僕が離れて暮らしていますよね。だから今からでも家族が今までできなかったことを思いっきりする時間を持ってくれたら嬉しいですね。妹に対しても、僕のせいでやりたいことをやれなかったと思う。今は好きなことを何でもやってほしい、と話しています。ソンフンが妹思いで溺愛しているのは、幼い頃の環境とか、家族に対する感謝の気持ちがあるからなんでしょうね。そんな妹ちゃんも春からは高校2年生になるんだとか、信じられない、と妹の成長を語るソンフンの優しい表情が兄そのものなんよ。エンログでいつか兄弟が共演してくれたら嬉しいなと密かに期待。妹ちゃんも思春期が終わったら兄の気持ちに気づいてくれる時がきっと来るはず。それまで片思いかもしれないけど、ソンフンお兄ちゃん、ファイティン。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。